それでは時間になりましたので始めさせていただきます。トレーダーのドロです。どうぞよろしくお願いします。メリークリスマス。ということで、今日ちょっとどうでしょうか、バックミュージックを急いでクリスマスに変えてみたんですけど、ちゃんと聞こえてますでしょうか。またね、ちょっとしめじさん、よろしくお願いします。ちょっとすいません、しめじさんまたいつもってすいません、ディレクターじゃないですけど、バックミュージックとか、大丈夫ですかね。聞こえています。ありがとうございます、急いで。ありがとうございます。はい。もうね、世の中は、今年やっぱりちょっとコロナが、こうね、あっても。BGM は聞こえてないです。本当ですか？ちょっと待ってくださいね。音が出てないと。もうちょっと、じゃあ、音上げてみますか。これどうですかね。聞こえますかね。せっかく BGM を変えてみたつもりだったんですけど、そうか。ダメか。残念だな。聞こえました。音が小さかったんですね。すいません。ずーっとBGM を変えなかったので、まあクリスマスバージョンでもいいかなっていうことでまったり、ね、お話できたらと思っております。著作権とかがあるので、いつもこの YouTube ライブとかも、割と動画とか気にしてるんですよね。で、後で見ると、著作権に引っかかったとかいろいろあるので、割と気使うんですよね。動画サイトもそうですけど。はい。でですね、今日、はい。ちょっとケーキも用意したので、途中ケーキもこう、食べてもいいかなと思って、おります。もう本当にまったりやらさせてもらおうかなっていう風に。結構ね、ずっと喋りっぱなしだったので、心配だったですけど、ね、モンブランですけども、せっかくなのでちょっともう、なかなかケーキ食べないんですけどね。甘いですね。シメディ、そのケーキうちに届いていませんよ W。すいません。今日そういえば生徒さんからお歳暮もいただきました、そういえば。嬉しかったですね。コーヒー、こういうね、コーヒー飲むので、コーヒーを先生どうぞということで、毎年結構、中学校1年生から見てる生徒でも、高校2年生なので5年ぐらい見てる生徒かなの、毎回お中元とかお歳暮とかいただいてて、本当にありがたいなと思います。はい。で、これちょっと紹介っていうか、僕実はインスタグラムをやってるんですけど、インスタはね、もうほとんど、やっぱりこういう、前はね、YouTube のこととか載せてたんですけど、もうね、インスタ映えを全然しないもんですから、こういう形で、花のね、中心に、動画を載せております。最近はこういう3年ぐらい前のものをちょっと編集させてもらって、今日もね、こう、出したんですけど、こんな感じで僕出してます。今年もこれ著作権引っかかるかな。バックミュージックを、ちょっとこれ、はい、バックミュージックをこうやって流して、それで、これは僕結構好きなモンキーマジックっていうアーティストと小田和正さんがクリスマスソングを歌ってて、で、動画編集をして、で、ちょっと歌詞みたいなのをね、出したりとかしております。はい。これは
まあよく行く安城のデンパークっていうところで、去年かな、行った動画の様子を、写真と動画をね、合わせてこう投稿していますね。まあ趣味で、カメラはやってて、まあ YouTube をやるようになってから本当にね、なかなかこういう機会がなくなっちゃったんですけども、まあ週に1回上げるか上げないかぐらいですかね。はい、紅葉とか、はい。で、前もお花さんも多分、今日来てないですけど、こういうのアップされていたりすると思うんですね。でまあちょっと前にトイダさんっていう方もね、来てらっしゃったんですけど、結構花を出したりとかしてたと思います。まあインスタの方はちょこちょここうやって趣味のしてるというかそんな感じですね。はい。はい。じゃあですね、あれ届きました。年末の、そう。これ、YouTube の方ですけども、今後のライブの配信ということで、年末のカウントダウンライブの方の、予告ができました。なんかちょっとやり方変えると、こう、ライブ配信、今後のライブ配信できるんですね。で、1月31日の年越しライブということで、12月31日23時から、鐘を鳴らすにしました。ここ、行く年来る年って書いたんですけど、はい。押すとどうなるんだろう。どういう風になりますか？あ、こうやって出るのか。出ましたね。行く年来る年っていうことで、なんか、鐘を鳴らすにしようかなと思って、ダジャレを入れてみました。はい。みんな来てくれるかなだからちょっと3時間ぐらい頑張ってね、バトルロワイヤル投資クイズっていう名前にしましたね。みんな、これ書いてある、俺みんな寝たら終了って書いてありますね。はい。はい、すいません。みんなってそんな、大してね、うちうちでやってるような、YouTube ライブですのでね、あれですけどね。はい。こんな感じで、やりますのでね、ぜひね、それで、来ました。このネタが、株式投資力トレーニング、それから株の実践トレーニングということで、こちらの方からね、出題をしていこうかなと思っております。もうこれね、英単語帳みたいだったですよ。見たら。なので全然こう、でも内容はね、結構しっかりしてます。本当に、楽しくできるんじゃないかなと思いますね。はい。もう年末年始のネタは、カウントダウンは OK ですね。はい。ということで、ぜひね、行く年来る年の鐘ゴーンって鳴らす、なんていうんですか？テレビを見てるんだったら、まあ、こちらでね、一緒に楽しく参加してもらえれば嬉しいなと思います。はい。ちょっと番宣じゃないですけど。はい。それでは、まず今週の、今日はですね、木曜日の、投資の教科書のクイズで、ちょっとわからなかったところの、財形ですね。どれだったっけ？これか。投資の教科書の、財形貯蓄と、それからもう一個、外貨の MMF ですね。こちらの、説明について一緒にちょっと学んでいきたいなと思っております。でその前に、最初に、今週のオーディブルを、また、週に1回ぐらいね、読んでるものとかをちょっと紹介していこうかなと思っております。今週はね、やっぱり池井戸潤さん、ちょこちょこ読んでまして、ルーズベルトゲームってこれ野球のお話でしたね。まあ池井戸潤さん、いつも銀行絡みというか、企業の再生というか、そういったところを中心としてるので、これも弱小、青島製作所という、そういった、工場、中小企業の工場で、まあ、野球チームがあるんですけど、その野球チームが廃部になっていくかどうかっていうところからの、まあ、多分再生立て直しみたいな
まあ、そういう、お話だと思います。で、まあ、ちょっと読んでる途中っていうことでね。池井戸さんのを読みながら、つまみ食いで、ちょこちょこと読んだり、他のものを、ね、読んだりしています。あとよくこれ、カーネギーさんのね、人を動かす。これはもう、皆さんも見たことあるかもしれないですけど、この内容、またもう一回読みたいなと思いまして、自己啓発系ですけどね、読みたいなと思っております。それから僕麻雀結構好きで、なかなかこう集まれないので麻雀はできないんですけど、まあ大学生時代から、誰か麻雀、しめじさんは、でも麻雀はやらなかったですよね。確か。僕も麻雀はちょこちょこ学生の時からやってて、で、まあこれ、なぎさのリーチって言うんですけど、この、書いてる人が、麻雀やってましたよ。本当ですか？やってたんですね。そうですか。この、黒沢咲さんっていう人なんですけど、実際に実在している、確かね、M リーグ、なんかシメディ、今はしていませんけど、本当ですか？週末とかフリーで打ってたりしてました。へー、そうなんですね。本当なんか、なかなかこう、集まれないですよね。雀荘に行ってもちょっとなんか怖いイメージがあるので、仲いい人たちが、ほんとこう3、4人ぐらい集まればね、いいんですけど、やっぱりね、イメージとしてすごくこう、レートも高かったりすると怖いし、っていうので、なかなかこう一人でね、雀荘に行けないっていうかね、あるんですけど。で、この黒沢咲さんが、モンド TV、なんだっけ、アメーバ TV の方かなわかんないですけど、YouTube とかでも、多分テレビ対局というか、そういうので出てらっしゃる、プロの、麻雀の、方というか、のお話ですね。で、なぎさっていう名前にしてますけど、黒沢咲さんのお話だと思います。これをね、さーっともう。シメディ、M リーグで黒沢さん出てますね。M リーグだ。はいはいはい。そうですね。そう、これをね、読んだりしてました。面白かったですね、この人。なんかセレブリーチとかって言われてるみたいで、はい。これをちょっと、5時間ぐらいかな、これ。オーディブルで読みました。はい。あとはまあ、ここら辺、人間関係、ちょっと自己啓発系の方が多いですけど、最近は読むようにしてます。諦める勇気とかですね。で、これは東洋経済のよく読むビジネス本で、電池の争奪戦っていうのでちょっと面白そうだなと思って読みました。読みますね。1時間ぐらいですね。で、これがまあ、僕も教育関係なので、いつもそういう教育書とかもアップデートをしていきたいなと思ってるんですけども、このうちの子このままで大丈夫かっていうことで、まあ、お母さん目線の、教育書。今のね、例えば性教育のことであったり、デジタル機器のことであったり、いじめ問題とか、あと今の子は自己中心的であるとか、そういったことをどういう形で大人が向き合っていったらいいのかなっていうことで、やっぱり指導者として僕もこう知識を持ってないといけないし、またちょっと保護者の方でもこういった本がありますよってことでおすすめをしたりとかしています。あとは成田さんの民主主義のアルゴリズム、成田さんが初めてYouTube でもね出てらっしゃるんですけど、成田悠介さんの本を読もうかなと思っております。ここら辺はね、まだ今そうですね、ちょっと読めてないですね。この唇、これも。あと、東大、これは読みましたね。頭が良くなる勉強方法は一応読みました。まあまあ、専門書みたいな感じですね。池井戸さんの空飛ぶタイヤ。これ読みましたね。半沢直樹をこれから読もうかなと思ってますね、また。年末年始、長いとこね、時間があれば、半沢直樹、パート5まであったかな？はい。これ1だから、もう 1から読んでみようかなと思って、1から5まであるみたいなんで、まあ、年末年始ね、読めたらなと思っております。空飛ぶタイヤ読みました。そんなとこですかね。はい。なんか、
すっかりオーディブルが板についてきたというか、いろんなものを読むようになってきて、やっぱ、頭の回転はだいぶ良くなりますね。当たり前ですけどね。はい。いろんな角度から物事を考えられるようになるし、まあ、話もね、上手くなるというか、まあ YouTube ライブやってれば一番話は上手になるかもしれないんですけど、やっぱ自分の仕事にもプラスになるし、本当にいろんなものを勉強できるなと思っております。はい。それではですね、行きましょう。今日はどうしましょうかね。先に、特集から行く前にパフォーマンス、そうですね、木曜日全然パフォーマンス見れなかったので、金曜日からのパフォーマンス見てって、で、特集の方に移っていきましょうか。はい。と言いながらすいません、ケーキを、ちょっと、いただきますね。だいぶ余裕になってきましたね。もう、何時言ってるかわかんないですけど。放送事故にならない程度に。最初のうちは、やっぱりちょっと、こう、トラブルがあると、緊張して、こういうことをできなくなってきたんですよ。まあ最近もう別にこう、ね、再生回数も別にそんなに気にしてないし、好き勝手にやって、本当に、それでもこう、しめじさんやね、しののめさんとか、お花さんとかみんな、ちょこちょこ来ていただいてるので、本当ありがたいなと思います。これで、本当誰も、今日もね、清水さんと一緒にこうやってますけど、清水さんが来てなかったらもう多分一人で言ってるだけの人みたいですよ。笑える。で、なかなかこういうのって別に増やそうと思ってもこう5、6人でこうワイワイできるってなかなか難しいですね。なんかそんな感じはしました。はい、ちょっとですね。はい。では、そうこう言ってるうちに、FX の方からね、ちょっと見ていきたいなと思います。金曜日ですけど、ドル円の方が132円8ということで、ほとんど変わってもおりません。FX はね、金曜日はあんまり動かなかったですね。久しぶりに。ちょっと一部こう、南アフリカのランドとか、このニュージードルとか、ここら辺はちょっと動きましたけど、でも、金曜日すごくおとなしい相場だったなっていう印象でした。はい。では、日経見てみますね。確か日経が結構下がりましたよね。木曜日にダーッと下がって、金曜日も続落して、結局日経が終値が 26,200 まで行きましたね。一番下が 26,100 まで落ちてますので、もしかしたらもう一段行くかもしれない。金曜日のアメリカの相場次第で、25,000 台に割るような動きもしております。またちょっと後でチャートも見てみたいと思います。金曜日のアメリカ。逆に、微増でしたね。動き少なかったですけど、金曜日のダウが 33,200 で、プラス 0.53。S&P も、まだでも 3,844 ですもんね。まだまだです。はい。上がってはいますけど、まだまだ低いですね。あと1週間ですけど、4,000切って今年終わるのかな。4,000がやっぱり超えられないって言ったら結構ダメージ大きいですよね。なかなかインフレの関係が、こう先がまだこのね、先だなという印象ですよね。この2年債の方が、でも2年債 4.32 ですから、悪くはないんですよね。この予想がみんなこの間後藤さん、経済の方のね、日経の記者の後藤さんも 5.0、アナリスト 5.0 から 5.25
あたりを示してましたね。10年債の方が 3.75 という風になっております。ビックスがだいぶ下がりましたね。それでも。はい。20まで下がっております。これ3840でビックスが20ってことはかなり安定してますよね。なんか嫌ですね。この領域で3800でもうビックスが落ち着いてるっていうのはなんか上がっていかないんだなっていう感じがしますよね。はい。世界の他の動きを見てみましょう。中国があんまり変わっておりません。0.28。それから香港が、0.44 ということで、香港最近2万切ってるぐらいでうろうろしております。はい。それから、台湾も良くないですね。インドがね、落ちてきてありましたね。まあ、18,800ぐらいまで最高値行ったんですけど、ちょっとこの1週間でインドはズズズズズっと来ちゃいました。はい。17,800まで落ちてきました。はい。ベトナムも買ってはみたものの、ちょっと、下落してきてます。で、まだ下落トレンドではないんですけど、ここで持ち直すかどうかっていうところになってますね。今止まってるところですね。はい。だから世界的に今、ちょっと動きが少なくって、この年末って普通、なんていうのかな。動きが少ないっていうか、なんか大型投資家さんがここでもうクリスマスになってお休みになるので、多分、この1週間はそんなに動きがないんじゃないかなと思うんですけど、でも、ちょっとずつこう落ちてるような感じですよね。うん。はい。ヨーロッパもあんまり動きがなかったですね。はい。どれくらいかな？アルゼンチンと、これアルゼンチンあれですね。あれじゃないです。ワールドカップで優勝したから、それもあってかな。調子いいですよね。アルゼンチンの相場が。まあ、ブラジルも悪くないですね。そういうワールドカップのなんか影響もあるんじゃないかなと思います。はい。コモディティ見てみます。はい。ゴールドがもうちょっとで1800の大台に乗るかどうか、久々この高い位置まで来ています。ちょっとね、なんか、ウクライナの関係あるんですかね。有事の金じゃないですけど、緊張、要は、ウクライナ情勢とかで、ちょっとこうね、ロシアが圧力をかけたりすると、やっぱゴールドが動いたりしますよね。またこれ今日、ちょっとチャート、長いチャート見てみたいなと思います。1798で来てます。シルバーも上がってきてます。一時期シルバーも18まで落ちてたんですけど、まあ今、気がつけど23まで持ち直しております。ハードコモディティ、プラチナ、パラジウム、銅と共にかなり上昇してきております。それから原油の方ですが、79.35 ということで、一度かなり落ちてきたんですけど、金曜日は、持ち直したというかですね。ガソリンと灯油が上がってるので、まあ、需要の関係があったのではないかなと思います。動き一緒ですからね。でも、天然ガスがすごいですね。5.0 まで下がってますよ。これはすごいですね。まだ、僕はこれちょっと裏めったっていうか、まあ買ってないですけど、天然ガスここから上がっていかないかな。天然ガスだけ動きがおかしいですね。うん。どうしようかな。ちょっと天然ガス、今かなりこれ 5.0 ってかなり安いので、買い場があるかもしれないですね。底値ですよね。ちょっと後でこれも見てみましょう。から大豆、コーン、小麦ともに、小麦がちょっと上がってきてますけど、これも見たいですね。今日この1日だけだとちょっと動きがわからないので、後で見たいと思います。仮想通貨見てみましょう。クリスマスではどうでしょうか。ほとんど動いてないですね。今日。
動いてないですけど、かなり低い水準です。ビットコインが、これだと、2万、違うな、1万8000ドル、1万7000ドルぐらいですかね。イーサリアムも、1100ドル前後ぐらいですか？かなり低いとこで推移してますね。これは本当に今年はもうお金がないというか、もう思いっきり金余りだった去年から比べると、金がなくなって、この仮想通貨にお金が全然、流れてないっていうのがわかりますね。はい。トレーダーで売り買いしてる人が面白がってるぐらいな感じですね。売りがもう圧倒的多いですもんね。はい。いやー、今年も僕もイーサリアム本当に持ってても残念だったなっていう感じはします。はい。それではこちらで S&P500 の1週間のパフォーマンスを見たいと思います。今週1週間の S&P500 ですけど、もう目立つのがテスラが 18% をとしてます。すっごいですね。もう、これはもう、テスラがっていうよりもイーロン・マスクがじゃないですか。はい。と思います。テスラ自体のニュースはそんなに悪いニュース出てるはずじゃないので、ずっと下がってきてますね。はい。それから目立つのが NVIDIA 半導体ですね。ここも、一時期11月の上がったものを戻しちゃってるくらいの下がりでした。はい。大型株は下がってはいるんですけど、1週間で見るとそこまでめちゃくちゃ下がってるわけではないです。Apple、Microsoft、Google、Meta、Amazon と。Amazon ちょっと 2.97 ですけどね。すいません、今、ケーキが詰まりました。はい。ヘルスケアはちょっと微増ですね。エネルギーは高かったですね、今週は。銀行系は微増という感じ。銀行は強いですね、今。何気に、JP モルガンとか強いっていうか、下がっていかないですね。もしかしたらこれ銀行系は、やっぱり利上げとかしても銀行株はいいですね。チャートがいいと思います。はい。でも、ウェルスファーゴはそうでもないか。シティグループもそんなんでもないから、JP モルガンとそうですね。JP モルガンがいいんですね。はい。はい。世界のパフォーマンス見てみましょう。間違えました。今週1週間の世界の動きを見ると、明らかに目立つのが中国は悪いと。でも他の国はそこまで悪くないんです。やっぱブラジルいいですね。ワールドカップですかね、これ。色がいいですよね。ブラジル。ヨーロッパはまばらですけど、若干上がってますね。ヨーロッパは。はい。それからカナダも若干いいです。中国が良くないですね。日本も、何ですかこれ。1個、三菱 UFJ 銀行めちゃくちゃいいですね、今週。20.98 ですよ、これ。めちゃくちゃ上がってるじゃないですか。あと、住友もめちゃくちゃいいですね。今週、日本の銀行系めちゃくちゃいいですね、これ。なんでこんなにいいんだろう。みずほもいいですね。すごいですね。目立ちますね、これ。日本の銀行が。すごくいいのが。ちょっと驚きました。はい。あと、インドはそうでもない。台湾セミコンダクターもそうでもない。
ですね。そんな1週間でしたね。はい。じゃあですね、ちょっとチャートの方を見ていきたいと思います。こちらの方、4時間足で見ていきますので、いや、1時間足で見ましょう。せっかくなので。1時間足で見ることによって、このチャート全体の1週間の、これだいたいこの1週間の動きって見てください、これで。この見方をすると、いいですね。で、ナスダックが、この1週間は、レンジで来ていて、下がって戻ったという、1週間になります。で、売買高は、ここ見ていただくと、下の方、見えますかね。まあまあ、あります。アメリカの時間でまあまあ、売買高はありますね。さすがナスダックは。はい。この波形をちょっと見てくださいね。この1週間。S&P500 きます。この1週間ですね。S&P500 は、今週は下がって始まって、それから火曜日、ここ火曜日ですね。が底。水曜日で上がったんですけど、木曜日で落ちてダブルボトム的な感じで、ただ上がっているかどうかっていうと今、金曜日でね、少し戻したという、そういうチャートになっております。売買高が少ない。ナスダックに比べてちょっと少ないです。ダウジョーンズ見てみます。ダウの方は、先週はレンジで来ていて、今週は一回、火曜日に上がりましたけど、レジサポラインがちょうどこの、34,200 というところ、このラインからちょっと抜けたんですが、結局、一回跳ね返されてしまいましたね。という風に一回跳ね返されて、ここで、32,600、このあたりと 33,300 でレンジを形成しているという動きになってます。日経ですね。日経はちょうどこの 28,400 というところをピークに、今週は、これですね。ずーっと下落して、ずーっと落ちてたですね。はい、ずーっと落ちてました。なんか言ってましたね。何でしたっけ？黒田総裁がちょっと利上げするような噂を聞いてますけど、でも、アメリカとかと比べると全然利上げっていうほどでもないんですけどね。今週1週間は日経はかなりずっと悪い1週間だったと思います。この、そこの 26,100 っていうところ、もう一段ちょっと下げると、日経の、年初の下げと同じ。ここですね。25,700。ここまで落ちてくるかどうかっていうことだと思います。この1週間、来週1週間やっぱり売買高がそんなにないと思うので、落ちてくるんじゃないですかね、ここまで。上がってくる要素まだないですもんね。はい。じゃあ、インドのニフティ見ます。インドがですね、こう見ていただくとわかりますけど、ここの、頂点、18,900、もう19,000近くが最高値。これが12月1日。ここからちょっと山を下ってきていますね、今。で、今週がここまで、自分がサポートラインだったと思っている 18,300 っていうのを一回割ってしまいましたね。いやー、また辛抱かな。こういう感じですね。はい。インド最強って言ってましたけど。で、売買高もまあまあ高いな。いやー、これ、とどまるかな、インドは。ここにちょっとサポートラインが 17,800。それから、今のところも、そうですね。今のところでちょっと止まらないと、もう一段下がってくると、17,600 までは見てもいいかもしれないですね。ちょっと落ち方がひどいですね、こう。はい。インドは。はい。中国。上海50ですね。上海50を見ていくと、上海50はピークが12月19日が頂点として、ストーンと落として、今、一回持ち直して戻している感じであります。
このあたり、売買高もそんなにないので、下がったところでちょっと揉み合ってますね、ずっと。今週は。はい。それから香港。香港は、やっぱりこの19,500このあたりをうろうろしてるので、そこを脱した感じ。中国と比べると香港の方が底堅いというか、はい。19,000と19,400。このあたりをずっとうろうろしてる1週間になっております。今、そうか、中国は、コロナの解除ってすごいことになってますよね。来年、ちょっと、どうなるんでしょうね。心配ですね、中国はその点。株価だけじゃなくて。なんか噂がすごいですよね。今、何億人コロナ感染してるんでしょうね。ニュースだとなんか、めちゃくちゃ言ってますよね。なんかこう、共産党ってこう、情報を遮断しているとか制限している分、なんか本当に憶測が多いっていうか、本当正しい情報って何なのかなって感じはしますよね。入ってくる情報がすごく大きいコロナ感染者数であったり、死者数の予想が出てるので、本当にそうなのかなと思いますよね。はい。じゃあ続きですね。イギリス。イギリスは、良かったですね。このピーク12月22日ですね。先週の、これ木曜日、昨日か。ここずーっと1週間バーっと上がってきて、ね。ちょっと待ってくださいね。これ、レジサポライン書いたんだけどな、ここ。消えてるな。はい。7530。ここをピークにちょっと落としてきています。ただ落としてきてるのそこまで落ちていないので、イギリスは本当に安定している。ヨーロッパの中でもダントツに安定していい状態かなと思います。はい。その証拠に、ドイツダックスを見てみるとわかるんですけど、これドイツですね。イギリスと比べてドイツ、ユーロもそうですけど、1週間あんまり良くないですよね。はい。12月14日、ここが。で、落としてきて、今週こういう動きをしてます。はい。15,000いくかどうかなと思ったんですけど、いかなかったですね。現在、13,900。このあたりでうろうろしています。だから、ユーロも見ていただくと、確か4,000いくかなと思ったら全然いかなかったですね。ここの頂点が、3,880ですので、ユーロが。ここを拠点にして、今日ちょっと習おうかなと思っていますけど、三尊天井みたいな形でちょっと今落ちてきています。はい。三尊になってますね。はい。はい。それじゃあ、ニューヨーク原油見てみましょう。ニューヨーク原油ですけど、ちょうどレジサポラインを超えれなかったですね、この80を。で、ちょうど、ここ、紫のライン超えれなかったんですね。大きいサポートラインでしたね、ここは。はい。今週1週間は、エネルギーも、こうやって上げてきたんですけど、80で一回落ちてきていますという状態ですね。はい。落ちてくる可能性は高いと思います。これぶち抜いてくることはないんじゃないかなと思うんですけどね。それから、北海原油の方も見てみましょう。北海原油の方、レジサポライン引いてないですけど、ちょうど今、同じように、上限、北海原油の方がちょっと、上値、ちょっと抜けてますね。84.9 っていうところですので。はい。上昇トレンドになっていますけど、頭打ちかなーっていうところですね。ゴールド。はい。ゴールドですけど、一時期、1800のラインを超えました。はい。ここね。超えました。
先週の、昨日超えたんだ、一時期。はい、これ1時間足ですので、超えて落としてますけど、1時間足で見るのであれですけど、この紫のレジサポラインを一回超えました。はい。えらいここで売られたんだな、1800超えたから。このレジサポラインを超えて一回キューッと落としましたね。はい。ただ、ちょっとゴールド、冷やしで見るとですね、はい。これ冷やしです。冷やしで見ると、これわかりますかね？そこが1600から、やっぱり上昇トレンドになってきているんですよね。はい。もう一回超えてくると、このレジサポラインを超えてくると、1800を上回ってきたら、ゴールドが上昇トレンドになってくる。もう今なってると思うんですけどね。はい。ここを一段下げて、この位置ですね。はい。こうネックラインとすると、はい。こういうネックラインとすると、こういう見方もできます。僕は一応高値をここで見てるんですけどね。シルバー。シルバーも超えてきましたね。レジサポラインを。はい。上昇トレンドになってきてますね。なんでだろう。ソフトコモディティが、ハードコモディティが上昇トレンドになってきてますね。なんででしょうね。何か要因があるのかな？リスクヘッジとかあるんですかね？はい。じゃあ1時間足に、冷やしに、ここ、コモディティ冷やしで見ましょう。天然ガス。これで見るとわかると思います。天然ガスがですね、もうかなり下落してますね。冷やしで見て、底が、こっちが 4.9 ですので、ちょうど今この、冷やしで、これ、十字のバーが出てますね、今。はい。ちょっと今習ったと思うんですけど、売買高もあって、ピンバーになってるので、転換のサインが次のバーで、上昇トレンドが、包みが出た、ハラミ足っていうのが出たら、上昇転換のサインがあるかもしれませんね。これちょっと最近やったやつですね。はい。天然ガス面白いかもしれません。もう一本、明日見るといいですね。はい。だいぶ低いですもん、これ。はい。コーン。はい。コーンの冷やし、見ましょう。これどうですか？だいぶこのレンジに来てて、下の方に来てますね、コーンが。下が、6.2。それから上が 7.2 というところに、この挟まれたレンジですけど、下の方に来ています。何が言いたいかというと、やっぱりアメリカのインフレが株のポイントになってきてるんですけど、このソフトコモディティの下落があることによって、物価が少しずつ抑えられるんじゃないかっていう意味で、このトウモロコシとか、小麦とか、あと、大豆を見ているんですけど、ここはもうちょっと下がってくることを望みたいですね。やっぱ株をやってる人間からすると。はい。大豆見てみましょう。そうですね。大豆もだいぶこのレジサポラインの下の方にいますよね。はい。もうちょっと揉んでますけど、もうちょっと下がってくるといいかなと思います。はい。まあでも、動き自体、短期の動きはそんなにレンジの動きをしてますよね。はい。はい。ということで、今、主要17の、ここ最近のね、値動きを見ておりますけども、全体的に上がっていたものが下がってきている。インドのニフティが下がっていたこと。から全体的には株価も世界的に下がっていて、香港が今下がり止まってるかなと。あと、イギリスはぼちぼちいいという、そんな状況かなと思います。はい。ちょっとすいません。暑くなってきたので、ちょっと脱ぎますね。すいません。床暖じゃねえ、なんかやってるんですけど。暑いですね、これ。今日でも、外は、どうなんですマイナスになってんのかな？チェメジーさんとこマイナスになってますか？
氷点下になってたりしてるのかな？ちょっと、見てみましょうか。今何度なんですか？あ、こっち1度ですね。まあ、ギリギリですね。はい。あ、なんかここ、鍵ですね。すいません。はい。ではですね、今日の特集の方行きたいなと思います。はい。前回の、しまった。いや、特集先に行ってるか。シメリー、はい。マイナスにはなってなさそうです。本当ですか。ね、なんかすごい寒波が、クリスマス寒波が来るって言ってる割にはちょっと良かったなと思いました。はい。また、最初に、すいません、特集から言って、今日株トレとかできればやりますけど、まあ、できなければまた次回に持ってきたいと思います。では、この財形貯蓄どうだ株、前回ね、この、投資の教科書の第2章の、テストやったと思うんですけど、テメジさんとかも全問正解だったんですが、僕も、まあ、正解はしたんですけど、ちょっと怪しいなと思ったので、この財形貯蓄のことについて、ちょっと、話をしていきたいなと思います。はい。こちらをちょっと見ていただいて、ちょっと読みますね。財形貯蓄。給与を天引きにして確実に、貯めていく方法ということで、まあ、国と企業が連携して、従業員の資産形成のサポートをする制度ですと。種類によっては税制、優遇、処置などのメリットもありますということですね。でこれ見ていただくと、ちょっと見にくいです。一般財形貯蓄っていうのと、それから財形住宅貯蓄っていうのと、それから、セメジさんが入ってらっしゃるのかな？財形年金貯蓄っていうのがあるということになります。で、窓口は勤務先でできますよということ。だから最低、貯蓄額っていうのが原則1000円単位でできるよっていうことですね。で、利用目的としては、まあ、財形住宅の場合、リフォームとかのものとか、それからマイホーム購入するとき。シメリー、はい、自分は一般財形だけです。そうなんですね。これだけなんですね。なるほど。で、財形年金貯蓄が5年以上、60歳以降の年金ということで、目的はあるみたいです。それから必要積立期間は、一般財形が3年以上必要と。で、住宅が5年以上。で、まあ年金も5年以上ということですね。積み立ての中断はというと、一般財形が自由で、住宅が2年未満。それから、年金も2年未満ですね。でメリットですけど、一般財形が、複数の、金融機関で積み立てができると。それから、積み立て期間3年以上経過すれば、他の一般財形の商品に預け替えができるんですね。なるほど。これはメリットですね。それからデメリットが、一般財形が勤務先に制度が、まあ当たり前ですね。勤務先に制度がなければ利用できないということらしいですね。はい。それから、こちら、住宅の方の一般財形というか、住宅貯蓄財形ですね。メリットが、貯蓄、預貯金型は、合計550万円まで保険型は、払い込み保険料累計額550万円までつく利息相当が非課税になる。ここですね。550万まで非課税なんですね。なるほど。はい。デメリット。僕なんかデメリットじゃないじゃん。結局あれですね。勤務先に制度がなければダメだっていうことと、まあ5年以上やらなきゃいけないから5年は下ろせないよっていうことですね。だから申し込みが55歳までということですね。はい。それから、年金の方も同じように、これがですね、年金の方のメリットとしては、保険型の場合は払い込みベースで385万円まで非課税になるよっていうことですね。はい。
で、デメリットの方が、勤務先なきゃできないよということで、申し込みが55歳まで。まあ、5年以上積み立てなきゃいけないから、55歳までということになってます。ということですね。なるほど。ここら辺は、どちらかというと、こう、財形貯蓄は、なんて言ったらいいんでしょうね。円ですよね。だから、自分でこう貯めて円を貯めるんだけども、それによって、まあ、保険と同じですよね。なんて言ったらいいんでしょう。パフォーマンスを上げてくっていう投資とはちょっと違って、まあ、なんて言うんでしょう。非課税になるよっていうところが結構メリットなのかなと思いますね。はい。シメディ、住宅と年金は優遇されるとはいえ、定期預金の金利だから旨味がないですね。はい、その通りだと思います。なので、結局は、0.001% とかそういう金利なので、円で預けておくと、長いこと見ていくと、日本がこうインフレになって、ね、円の価値が下がってきたら、逆に、今まで10万円だった価値が12万円になってしまったら、金利に追いついていかないので、マイナスになるかもしれないですよね。まあ、こういうことがね、勉強しないとみんな、なかなか投資ってわからないので、これは非課税にとっていいんだけど、僕だったら、まあ、イデコとかに入れちゃいますね。まあ、やっとイデコも、ほら、2017年にできた制度なので、年金積み立て。だから、まだまだ勉強していく人たちがこれからっていう制度ですからね。NISA だって本当できたのも最近ですので、NISA イデコは。だから、これからだと思いますよね。はい。はい。ということで、財形貯蓄のお話になりました。ではですね、もう一つ、僕はちょっと不安だったっていうのは、この外貨建て MMF という、商品になります。意外にこれもちょっと知らなかったので、こちらの方もね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい。表の方がですね、あるので、これをちょっと、確認していきますね。はい。ちょっと読みますね、こっちの。安全性の高い、外貨建て、金融商品ということですね。シメディ、外貨建て MMF は当てたこうでした W。これ意外に難しいみたいなので、せっかくはこれで一緒にね、やっていきましょう。はい。社債や国債などが投資対象で外貨建てで運用する投資信託。コストも比較的安めで、金利が高い通貨で運用すれば高金利の期待できます。はあ。という、ちょっとわかりにくいかもしれないですけど、これ商品、どういう商品なんだろう。ちょっと、こっちの、表じゃないとこちょっと読みますね。外貨建て MMF、マネーマーケットファンドとは、米ドルなどの外貨で運用する外貨建ての投資信託のこと。信用度の高い企業の社債や国債など、投資対象として安全性の高い商品ですと。1万円など少額から取引ができることから、投資初心者にも人気があります。魅力の一つが利回りの高さです。金利の高い海外の金融資産に投資する上に、分配金が高めなので、外貨貯金の利息より高い収益を期待できる可能性があります。また、分配金は元本に再投資される仕組みのため、利息が利息を生む複利効果に働き、雪だるま式に資産を増やすこともできます。というふうに書いてあるんですけど、ちょっとこの表で見ていきたいと思いますね。これ比較してますよね。外貨定期預金と外貨建て MMF の違いということで、米ドルを例にしているということですね。左側が外貨定期預金の方。で、右側が外貨建て MMF ということですね。まず利回りを比較すると、三菱 UFJ 銀行でやる場合、外貨
定期預金も、0.01% ですよ、ということですね。で、こちらの外貨、だて MMF の場合だと 0.093 ということ。日興マネーマーケットファンドって書いてありますね。これに関してはそんなに利回りそんな変わらない気がしますけどね。それから購入場所が、外貨、これドルを買った場合ですね。ドルを買うんだとこれで銀行で買うよと。外貨定期預金は。で、外貨だって MMF は証券会社で買えるよということですね。そういえば SBI 証券でもそういうコーナーあったんですけどね。はい。で、為替手数料。これは、僕もドルに変えて、SBI 証券とかでドルで、アメリカの株買ってたので、これは知ってるんですけど、銀行でやる場合より、証券会社の方がドルとかに変えたりするのは安くやれますよね。はい。こちら、銀行の場合は1円が一般的ですよって書いてありますね。為替手数料。1円？そうか。はいはい。で、25銭かかるよってことですね、これが。1ドル25銭とかそういうことですよね。それから元本保証は、外貨ベースで元本保証、こっちはできますよと。銀行の方は。こっちは元本保証ないですよ。変動できるからですね。で、中途解約もできるけど、定期ですので、銀行の方はできないよということですね。はい。下の方にちょっと書いてあるので、ポイントがですね、外貨建て MMF のポイントが、優良企業の社債や国債を対象としているため、安全性が高め。から、為替リスクによって損失を受けることもあると書いてあります。ちょっとまだわかりにくいのせっかくなので、SBI 証券の商品で、外貨建て MMF を見てみましょう。せっかくなので。どういう商品があるか見たいですね。確かね。どこだ？これか。外貨建て MMF。投資信託のとこに、SBI 証券、これ、押すとですね、出てきますね。この取扱一覧っていうとこを見ていくと、こんな風に書いてあります。ここですね。米ドルの場合、ブラックロックスーパーマネーマーケットファンド、3.69% 年利がね、出てますと。買い付け積み立てますかっていうボタンがあります。それから、米ドルだと日興マネーファンド、日興マネーマーケットファンドっていうのが 3.53。考えてみれば、あれですね。これすごいですよ、トルコリラ。トルコリラマーケットファンド 17.46。これよく出てますよね。でも、為替リスクがあるから、ここ、南アフリカのランドも 6.07 って書いてありますけど、これ、すごい危険ですよね、確か。で、アメリカのこの 3.69 とか 3.53 とここは安定して、ゴールドマンサックスもあるんですね。3.68 っていう金利になってます。この辺ね。トルコリラ 17.4 とかですよ。はい。今のこの、外貨建て、MMF の、特徴がここに書いてありますけども、はい。さっき読んだのと同じですね。株の投資信託と同じだということで、税金もかかりますよっていうことになります。20% ね。そうですね。利益の 20% ですね。はい。商品は今のところ見た感じだとこれくらいですね。はい。こっちが取扱一覧。そうですね。ドルとランドとトルコリラですね。はい。だからこのゴールドマンサックスの 3.68 っていうのは、とかこのブラックロックのスーパーマネーマーケットファンド 3.69 っていうのは安定している金利なので面白いかもしれないですね。はい。という、こういう商品になります。はい。
なんかなかなかやっぱり S&P500 とか株の方を中心に見ちゃうと、この外貨建て MMF のこの、パフォーマンスが一体どれぐらいいいのかなと思うかもしれないですね。今の、こういう株がこう下がってる時だと、こういう外貨 MMF も悪くないなっていう感じがします。ただ、ランドとトルコリラはこれちょっと突拍子もないので、リスクが高いからもっと勉強しないといけないなと思いますね。トルコリラ 17% ですもんね。あ、わかった。これなんで 17% か。多分、株価がトルコリラ今トルコ上がってますよね。だから、下がっていくと、この金利がもっと下がるんだけど、今、上がってるからこんだけ高いのかな。多分、そういうこともあるんじゃないかなと思います。株価との関係が絶対ありますよね。はい。はい。じゃあですね、今日最後に、株トレの方をやっていきますか。クイズ。これ、行きましょう。はい。今日、1問だけやって終わりますね。清水さんすいません。今日はやったら皆さん、クリスマスイブっていうことで、いないですね。あれですね。東雲さんとかは、ご家族でなんかやってるんですかね。はい。では、33番ですね。今日1問やって終わりますね。E 社、F 社買うならどっちっていうことで。ちょっとここチャートお見せしますので、見えますかね。読んできます。ヒント、チャートの節に線を引く。両者とも、チャートの節が2つあります。どこでしょうか？これレジサポラインっていうのですね。このチャートの節っていうのは。はい。上にあるチャートの節は上値抵抗線になる傾向があります。買い値を回復してやれやれ助かったと戻り売りを出す投資家が増えやすい価格帯だからですと。下の節は、下値、支持線、レジサポートラインですね。言いにくいですね、これ日本語で言うと。下値支持線って言うんですって。レジスタンスラインとサポートラインって言いたいですね。その傾向があります。ここまで下がったら買ってみようと、押し目買いの目安とする投資家がいるからです。売買高も、変化も見てくださいと。株価が上がっている時には売買高が増えて、株価が下がってる。早いですね。ありがとうございます。売買高が減る傾向があります。これ見ていただくと、今の売買高で言うと、F 社の方が、売買高が直近高いですね。しかも、この、直近で言うと、大陽線が白で出てますね。これ、ポイントですよね。で、こっちは E 社の方は、線というところから、上値抵抗線っていうんですか？出ると、そうですね。上値抵抗線からここに抜けてくるか、F 社はっていうところですね。で、下のサポートラインは850というところが下のラインですかね。節ですかね。になると思います。はい。じゃあちょっと、もう答え見ていきましょうね。ドン。はい。もう、清水さん超優秀じゃないですか、もう。あってわかりましたね。はい。買うなら F 社です。これもうさらっとやってますけど、絶対、これ勉強していくと、あれですね。なんていうかな。チャートの見方とかすごくわかってきますよね。はい。思いました。僕も基本的なことでこうやって見ていくと。ちょっと、読みますね。F 社では、880円と970、あ、そうか。ヒゲで見ちゃった、俺。そうだ。これ、実線で見るんですね。すいません。ここ、チャートの節が、上が970円っていうところを、ここを実線で見ていくんですね。で、下が、850じゃなくて、この870っていうところを実線で見てきますので、下が、ここ、上が、こうですね。で、売買高が F 社は急増して、
自分もヒゲで見てました。いかんいかん W。ヒゲで見ちゃうと、この大陽線が、超えないですもんね。実践で見ましょう。そうです、そうです。はい。ヒゲで見ちゃうといけない。で、実践で超えてるので、もう完全これ、デジサポラインを超えたということで、上昇トレンドに転じたということになると思います。はい。ただ、多分、清水さんもここのポイント、売買高と急増したのと、ここの、大陽線、この一本の大きさ、この影響力が大きいと見て、買いなんじゃないかというふうに見ていたと思われます。はい。ちょっと下読みますね。880円で3回十字が出ていますと。はい。で、前に解説したように十字は、気迷いと言って、安値圏で株価を反発するきっかけとなることがあります。はい。で、F 社では実際これで反発をしています。十字が出てて反発しています。したがって880円のチャートの節、ここがサポートラインになります。970円では、2回十字が出ています。高値圏で出ると、まあ逆で、株価反落のきっかけとなるということですと。こんなわかりやすいチャートなかなかないと思いますけど、これ、実際にこんなチャートあるのかな？でも、あれですよ。姫路さん、日経が、これ、今ちょっと見ていいです？日経がね、前から言うように、これですよね、日経。はい。僕はいつも実践でとこでやってますけど、この25,752が、ここが、チャートの節ですよね。はい。それから、こちら、28,400。ここ何回も試してますよね。で、この1年間で日経はほとんどここの価格帯、1回抜けてますけど、ここで、28,000から上に。ただ、もうほぼこのレンジ内で動いてますよね、日経が。これが思いっきりチャートの節、みんな意識しているところではないかなと思うんですね。なので、もうちょっと日経が今週来週か。来週、ここまで落ちてきたら、絶対みんなここ意識してると思いますね。買いを求めてる。ただ、問題内の F 社が実は日経ですと言われたら買わないですね、W。なるほど。ここ抜けたって言ったらね、そうですね。今日経がね、そう気になるのが、ここは十字線が出てるんですよね。だから、ここで見て落ちてくるかどうかで、ね、ここも、サポートラインといえば、何回か反転してる位置なんですよ。26,000も。だから、次に、ここまで待てるかどうか。いや、東雲さんとかだったら、ここやりますよ。下がってきたら、ここで。と思いますよ、僕。はい。そんな風に、こういうチャートの節っていうのをすごく大事に見ていくとね、わかりやすいななんて思いました。今、ふと日経を感じましたね。はい。ありがとうございます。どうでしょうか？今日ちょっとクリスマスイベントって言ってやります。結局はいつもと変わらない感じでしたね。はい。はい。来週木曜日をやって、木曜日はできるだけチャートを、今年1年のチャートを、見ていこうかな。振り返っていきたいなと思います。はい。で、もう、土曜日がね、年越しということで早いですよね。はい。あと1週間ということになりますけども。僕の方が冬休みになったりとかするので、割と、勉強する時間が増えたりとか、ここからするので、チャートの方もね、もっと勉強して、解説できるようになってきたらいいなと思います。清水さんすいません。今日はありがとうございます。なんか、ほんと清水さんがいなかったらみんな最近来ないなと思って。はい。ご用納めライブですね。そうですね。はい。こんな感じですね。はい。本当にありがとうございます。はい。
じゃあ、今度ね、また木曜日11時から、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。それではまた、失礼いたします。シメディ、お疲れ様でした。